こんにちは、シャチパンです。今回は視聴者さんからのご要望でもあったお店でテレビの画質をチェックする際に必ずやるべきことを解説します。お店でテレビ見ても全部映像きれいに見えてどこ見ればいいのって質問結構多く受けるんですよね。あえて誤解を恐れず言うのであれば、お店のテレビ視聴環境は本当に終わってます。多分この動画を見て驚かれる方も多くいると思うんですが、今回この業界の闇にも切り込んでいこうと思います。それじゃあやっていきましょう。まずは一つ目、モードを変えるです。いきなり何のこっちゃと思われるかもしれませんが、量販店のテレビ設定は実は皆さんのご家庭用じゃないんです。量販店でのテレビ設定は鮮やかとかダイナミックになっているかと思いますが、これは展示用に盛られた設定で、通常のモードよりもはるかに明るく、色もかなり濃く描写される設定です。反対に製品出荷時の家庭用の設定はいわゆる通常モードで、メーカーによって名前は違いますが、おまかせとかスタンダードとかそういったものになっています。なぜこんな盛った設定になっているか、それはパッと見鮮やかで明るい設定が好まれるからです。要は販促用のモードと言っていいかもしれません。購入してからどれだけの人がこのモードを使うでしょうか。直射日光が当たるような環境では使っている方がいらっしゃるかもしれませんが、そもそも直射日光が当たるような環境では画質の良し悪しは測れません。また鮮やかモードはよく見ると色や明るさが誇張されすぎだったり、快調が失われていたり、いろいろ盛りすぎたゆえの無理がたたっています。すぐにリモコンを手に取って設定ボタンなどから皆さんが家で使うであろうモードに変更しましょう。普段使わないモードでいくら画質を見ても意味がないですからね。さて、モードは変えたでしょうか。では次に自分がよく見るコンテンツに変えましょう。地デジをよく見られる方なら地デジ、4K 映像を見ている方は BS4K などです。よくお店で流れているサンプルムービーはメーカーが用意した販促用のムービーで、そのテレビの最大パフォーマンスです。普段見ているコンテンツではそこまで出ないので変えてしまうのが良いでしょう。シャチパンがこの項目でよく確認するのは、まずは人の肌色に違和感がないかです。人の目は肌色にかなり敏感にできています。信号の値が少しずれるだけで肌が赤っぽい、緑っぽいと人はすぐに違和感を感じることができます。テレビ番組で人が出てこないコンテンツは少ないので、ここはぜひ確認してほしいところです。バラエティでも歌番組でもニュースでも相撲でもコンテンツは何でもいいですが、特に 4K 放送の相撲なんかは天井からかなり強い光が差し込んでいるので、白飛びや明るい部分の色抜け具合なんかも確認できるでしょうか。赤の生え方なんかは夜景や信号機の赤 LED で確認します。量子ドットを採用しているテレビではより肉眼に近い純粋な赤の表現が見て取れます。あとは風景、緑の木々や紅葉、エメラルドグリーンの海の表現などを確認しつつ、全体的に自分の好みな画質を探していきます。ここは派手めが好きな人、落ち着いた色合いが好きな人、様々かなと思います。さて、どのコンテンツを見るか決めましたか？でもちょっと待ってください。あなたの立っているところ、そこでいいですか？テレビはグレードやパネルにもよりますが、視聴角度により画像が劣化します。左右よりも上下方向の方が一般的に劣化しやすいので、もし陳列されている棚が低い位置にあれば、かがむなりしてなるべく正面から見るようにしましょう。それから斜めから見る機会も多いのであれば、斜めからも実際に見てみましょう。この際、映像のおすすめはやはり人の肌色です。
理由は先ほども触れましたが、人の目は一番日常的に目にするであろう肌色の感度が高いからです。斜めから見て色が変わったり白っぽくなったりするとすぐに気づくことができるでしょう。こうして言うと、テレビを正面から見ないなんてありえない、視野角なんて必要ないといった意見をたまにコメント欄で見かけますが、例えば家事をしながらということであればどうでしょうか。料理しながら、洗濯物を干しながら見たいという需要は一定数あります。ご自身のニーズによって選ばれると良いでしょう。さて、ようやく映像を見る準備ができましたね。しかし、ここで秘宝です。それは、お店の視聴環境は良くないという事実です。これを知っておくことは、個人的には重要だと思っています。おいおいシャチパン、ここまで来てそれはないよ。という声が聞こえてきそうです。実は、お店の視聴環境は皆さんのご家庭よりも5倍から10倍ほど明るい環境なんです。皆さんの中には、それがそんなに問題なのと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これは大問題です。外光が明るすぎると、暗部の信号が外光で潰れ、黒つぶれし、黒表現が損なわれます。つまり、黒の表現、コントラストを堪能することができないんです。ここに2枚の画像があります。これを見て、皆さんはどちらの黒表現が優れていると感じるでしょうか。多くの方が右の画像だと思ったかもしれません。しかしこれ、元は同じ画像です。シャチパンが左の画像のトーンカーブをいじって右の画像を作りました。さて、比較してみると、左の画像は暗部の細かなテクスチャーが表現されていますが、右の画像では全て黒つぶれしています。つまり、この画像比較では左の方が優れています。しかし、明るすぎるお店の環境では全て右の画像となってしまうでしょう。それは原理的にそうなのです。よく有機 EL でコントラストが無限大とか、ミニ LED で黒表現が向上なんて言ってますが、お店でその力を堪能することは難しいでしょう。お店の照明の明るさはJISで基準が定められてるんで明るいんですが、この環境でね、コントラストを見極めようとするのは、例えばそばの香りがいいって評判のそばをオムそば飯にして食べるようなもんです。オムそば飯は美味しいですけど、そばの香りは消えてしまいますよね。さらに言えば、工事現場のすぐ真横でデュアオーディオを聞くようなもんでしょうか。こんな環境でね、黒の表現やコントラストを比較すること自体ナンセンスなんです。メーカーの新作発表会やデモにおいて、明るすぎる環境で製品を披露することなどまずありえません。それが何を示しているか、つまりはそういうことなんです。ちなみに一部のお店では家庭並みの明るさに落として展示しているところもあります。そういうお店はシャチパン的にも好感が持て、お客さんに寄り添っているなと感じますが、取り組んでいる店舗が少ないのが現状です。10年以上前から感じていたことですが、いい加減明るさを切り替えれるようにするなど改善してほしいものですね。近所に明るい環境のお店しかない場合は、コントラストは参考程度にとどめて主張するしかないでしょう。さて、ここまで見た方は画質を確認し始めているでしょうか。しばらくするとあなたに声がかかります。ふと見ると店員さんが何やら話しかけていますね。でもね、あなたがまだ画質を確認し始めたばかりなら説明はお断りした方がいいでしょう。映像は好みがあります。はじめは自分の目で見てみて、自分の感性、印象をぜひとも大事にしてほしいと思うんです。店員は電気のプロでも映像のプロでもありませんが、販売のプロです。言葉巧みにあなたを誘導することなんて簡単にできるでしょう。ですが、先ほどから説明している通り、長いこと最悪な視聴環境で鮮やか反則映像を見てきた店員の目など全く当てにできないと個人的には思っています。どれだけ映像と正しく向き合ってきたかで、映像を見る目が培われるからです。過去こんなことがありました。その時シャチマンは明るすぎる環境でテレビをぼんやり見ていました。
すると店員がこのテレビは黒が締まってるんですよねと不意に話しかけてきたんです。シャチパンはその映像がどう見ても黒つぶれしてるようにしか見えなくて、テレビの設定パラメータを確認するとなんと黒レベルがマイナス20とかになっていました。いやこれただ黒つぶれしてるだけでしょ、ほら黒レベル沈んでるじゃないですかと答えると、その店員はシャチパンが何を言ってるのか全く分かっていないようでした。黒つぶれっぽく調整しておけば経験値のないお客さんなんかは黒が引き締まってるように勘違いして買ってくれるってことなんでしょうけど、そういうレベルの話でもなく、そもそも黒が何なのかすら分かっていないような反応でした。お店ではきっとこのテレビは黒が良いと売っていくことだけが決まっていて、それを大して考えず連呼しているだけのように見えましたね。正直こんな知識レベルで物って売れるんだと驚いたのを覚えています。こういった店員やメーカーヘルパーは多いです。ことテレビに関しては店員の言うことは鵜呑みにせず、そういった意見もあるんだな程度に受け取ることが大事かなと思います。さて、映像を見ていると暗いところがなんだか気になりませんか？そうです。あなたの顔がまるで鏡のように映っています。これじゃあ黒の表現どころじゃないですね。でもね、安心してください。明るすぎる環境では反射も増えるんです。家庭で見る分にはそこまで反射しないんです。明るすぎる環境はミスリードを誘発して、本当に百害あって一利なしです。ここで見るべきは反射の量と反射の仕方の2つです。反射の量自体はアンチリフレクションコートという表面に貼られたフィルムのグレードでほぼ決まります。上位モデルになればなるほどより良質なものが貼られています。弊害として輝度低下がありますが、上位モデルはバックライトのパワーがあるので暗いと感じることは実際ないでしょう。これとは別にパネルの表面加工によって反射の仕方が変わります。鏡のようにくっきり映るのがグレア、ボケて映るのがハーフグレアです。グレアパネルは表面がツルツルで光沢感があり、しっかり黒が表現できます。一方、ハーフグレアは表面に微細な凸凹を施すことで外光を拡散させて映り込む像をぼかします。ただし黒の表現はこの拡散反射により白っぽくなり、黒の表現が劣化するのに加え、バックライトの光も拡散してしまうため解像度の低下が生じ、画質は劣化します。つまり画質はグレアの方が優れています。未だに YouTube 動画などでは AR コートとハーフグレアを混同してボケるだけのハーフグレアを低反射だと思っているレベルの低い動画が量産され続けています。しかし反射の量自体は AR コートの質で決まるので間違いです。それからグレアパネルがよく使われる有機 EL テレビは反射が大きいとしてハーフグレアの液晶テレビを勧めてくる店員もいますが、これも間違いです。こちらをご覧ください。これは液晶テレビと有機 EL テレビの反射の差です。シャチパンの実測、それから海外の実測サイトでもこのように液晶の方がボケは強いですが、反射は逆に大きい傾向です。これは AR コートの差で、有機 EL には上質なものが用いられることが多いからです。明るすぎる環境がくっきりした映り込みを増大させ、ミスリードを引き起こしている一つの要因と言えるでしょう。よく画質で話に上がる画面の明るさも重要です。明るさがよく話に上がりやすいのは、素人でも比較的違いを感じやすいからだと思っています。ただ、ここにも時々落とし穴があります。こちらの2枚の画像をご覧ください。明るいのはどちらの画像でしょうか？多くの方が右の画像だと思ったことでしょう。それは正解です。しかしこれ、例によってシャチパンがトーンカーブをいじって作っただけの同じ画像です。さて、よく見ると左の画像は明部の細やかなテクスチャーが表現されていますが、右の画像は白飛びしています。このように他者より明るく見せるためにこういった小細工をするところもないとは言えないです。明るさは
全体の明るさだけではなく、名部の階調にもセットで注目する方が正しい見方です。今回はお店での画質の見方だったので、項目としては挙げませんでしたが、お店に行く前に下調べは欠かせません。予備知識なしで行くと、情報量が多すぎて見て回るのにすっかり疲れてしまい、結局適当に選びがちです。それは量販店にとってカモに等しいでしょう。テレビの選び方やメーカー特徴はこちらの動画で詳しく解説していますので、気になる方は概要欄から参考にしてみてください。さて、今回はお店でテレビの画質を確認する際の主要な注意すべきポイントとして7つほど挙げさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。知らなかったことも多かったのではないでしょうか。よく画質のことを言うと、ほとんどのお客さんは画質に興味ないよとコメントいただくこともあります。ただ、以前撮ったテレビを購入する際、一番重要視しているものはというアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、画質が価格よりも高かったことが分かっています。その大事な画質がどうでもよいはずがありません。今回ご紹介した項目以外にも、見ている項目は人によってたくさんあるかと思います。どんなところを見たり注目しているか、ぜひコメントで教えていただければ嬉しいです。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。